どうも、こんにちは、デミコでーす。天気いいな、今日は。鱗雲が空に出てますな。いやいやいや、今日はですね、何をするかと言いますとですね、今日から数日間、うちの家人が昼間いません。はい。ここのところね、いたりいなかったり、いたりいなかったりでね、でも今日から連チャン6日間いないんでね、ここがっつりやんないと、また、またちょっと袖が、すいませんね、家事の後ってどうしてもこんな感じになってるんですけど、はい、すいません、すいません。はい、はい。もう朝からね、なんか気分よくね、家事をやってたね、もう今昼前なんだけれども、ちょっとお腹空いてきたかななんて思う頃にちょっと動画を撮り始める最近なんかこの流れだなっていう感じで、最近って言ってもね、昨日も撮った、一昨日も撮ってみた。でもね、結局ね、試作みたいな形でね、ダメだこれ、ダメだこれやでね、ボツになった。今日こそと思って、練りに練りましたよ。何しようかな。練りに練りました。いや、何するか来ましたね。じゃあ出すわね。これ。久々の朝紐。ね、朝紐だよ。朝から掃除したよ。だって昨日、一昨日ってさ、朝紐いじってさ、もうパーパーになるじゃない。もう朝からまた掃除ですわね。バーっと掃除して、でこうやって、毎日掃除しないとダメだね。これ本当ね。今日は朝紐やるんだわ。で、朝紐やるんだけど、朝紐だけだといかん。ちゅうことですわ。なんでかっていうとですね、朝紐皆さんお使いになられると思うんですよね。編むときにね、使う人、使わない人いると思うんですけど、疲れるから嫌だっていう人もいるかもしれないけどもね。これ朝紐ね、編むのね、楽しいんですけどね、朝紐っていうのね、いや、バッグ作ろうと思ってるんですよ。バッグ。バッグ作ろうと思ってるんですけど、バッグにする人ね、私ね、どっちかっていうとね、色がね、濃い服を着ることが多いもんですから、朝日のものバッグとか持っちゃうとですね、朝日のカスがつくわけですよね。カスがつく。気になる。ね、気になるわ。そういう時にね、引き寄せじゃねえ、なんだっけ、引き揃えか、引き揃え。どうしても引き寄せって言っちゃうね。引き寄せの法則とかね。なんか言霊の世界だけどさ、ね、なんか、思ったら叶うみたいな、願ったら叶うみたいな、そっちの話じゃないね。はい。引き揃えで編むと、なんとなくそれが和らぐような気がするんですよ、私ね。気のせいかな、気のせいかもしれないんだけど、あと手触りとかもね、ちょっと変わるじゃない。そう思ってね、引き揃えでね、編もうと思って、で、昨日、一昨日何やってたかっていうと、どのね、毛糸で合わせようかっていうのを一生懸命やってた。一生懸命やってたんだけどね、いまいちだった。いまいちだったから、引き揃えた後にさ、ほどくっていう作業、ものすごい大変じゃん。ほどいたわけよね、結構。で、それでまた次は編み出すのが嫌になっちゃうわけよね。そのことはどうでもいい。はい。で、もう決めた。じゃあもう絶対これはもうこれずっと編んじゃおうっていうことでね、決めました。はい。今日何を合わせるかっていうとですね、こっちですね。はい。段染め書いてあるけど、リサイクルポリエステルヤーンですね。これダイソーのやつ。オータムリーフっちゅう、これから夏だっちゅうのにオータムリーフかいっちゅう話なんですけど、気にしないでくださいよ。ね。私の、好みでね、夏だっていけなくはないよって話でね。で、これと、これ二つあるんで、これをね、使って足りっかどうか知らんけれども、で、あと、もう一色、こちら。これはね、カティア・ファマってね、これアクリル100%の毛糸ね。これポリエステルでしょ。これポリエステル。で、こっちがアクリルですわ。ね。で、太さが大体一緒なんですよ。大体一緒。大体一緒。なので、これをね、ちょっと、大体一緒だから、引き揃えて、これはね、ちょっと使って編んでこう。で、なんでこれ2つね、2種類のこの毛糸を使うんだっていう話ですよ。ね、もういろいろ考えたらいろいろ編んだ。どうしたらいいんだろうって。でもね、この麻糸で私やってみようと思ったんです。はい。屋根編みで、はい。もうやってっちゃおうかな、みたいなことでございますよ。はい。言ったらね、なんて言ったってさ、やっぱり編むときってさ、気になるのがさ、こう歪んだりとかっていうのはちょっと気になるわけじゃない。そういう歪みなしで編めるんだったらっつんで、じゃあそれをバックでやってみたらどうなるんだろう。興味が湧いてしまったわけでございます。はい。昨日の夜でございます。それをね。それでやってみようかなと。で今回こそやってやるぞっていう意気込みでやってるんですけど、はい。これがボツにならないことを願いますよ。この動画がね。はい。これちょっとほどいたやつで、ちょっと一部分、これがあるからね。これから始めていくんですけど、さあ、じゃあどうしようかっていう話でございますよ。ね。こっちから行こうか。ね。さっさと行くぜっていう話でね。なんかピローンと出てるけど、これ引っ張ったら出てくるのかなあ、出てこないな。ちょっととりあえず出しますよ、中からね。でも出すわ。ここだわ。はい、出た。はい。
これとまずね、中心合わせてやっていくんですけど、じゃあどうやって編んでいくのかって、私バッグやっぱり四角いバッグが好きでね、うん。だから、ゆくゆくはと言いますか、編み上がった後に、元気があったら、内布をつけようと思ってるんです。で、願わくば、内布をつける際に、その間にね、板底を、こう、中に入れ込もうかな、なんてふうにも考えてるわけでございますよ。まあ、その通りにいくかどうかは、わかりませんが、一応予定としてはそれを予定してございます。まあ、言っちゃったからね、こう、有言実行ということで言ったらやるだろうと思って言ってるんですけど、はい。ちょっとこれ、ぐるぐるぐるっと。はい。じゃあ、これで編んでいこうと思います。中心部分が約20センチぐらいにして、で、それで、周りはずっとね、長方形に編んでいくんだけど、中心部分だけは10センチ、10号で編んでいこうと思いますよ。はい。10号で編んでいきます。で、鎖編みをとりあえずしていくんですけど、鎖編みをね、奇数で編んでいきます。はい。これ端っこだけちょっとギュッと締めといて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20でこんぐらいか。はい。じゃあ21にしよう。はい。21。21目にしました。で、21目にしたところで、針を変えて、9号でね、編んでいくんですけど、ちょっと端っこだけちょっと締めといて、はい。で、まず、じゃあどうやって編んでいくかっていうと、まずだから1、立ち上がるでしょ。立ち上がったら、ここ手前、1個立ち上がった隣のね、ところ、ここに手前1本分残して、向こう側で細編みをまずしますね。細編みをまずします。はい。で、そしたら、角っこに立ち上がりを今回つけたいわけだから、いつもだったら私はこの真ん中にね、ここの真ん中の、脇っちょの真ん中の部分に立ち上がりが来るようにするんで、2つ入れるんですけど、最初。とりあえず1個だけにします、今回はね。とりあえずじゃないよ。角っこにしたいから。なので、これつけたら一応ここ、ね、つけておきます。わかりやすいように。はい。そしたら1目ずつ普通に細編みを入れて、逆サイドまで編んでいこうと思います。はい。割れないようにね。日本でやるからね、今回はね。引き揃えだからね。いや、でも、引き揃えをね、した方が、麻紐っつうのはね、あれだよね。手触りもさ、ほら、ガサガサする感じが軽減されるんで、編む時にも編みやすいんじゃないかなと。編みやすいっていうか、なんかさ、この辺とかが痛くなってきたりするじゃないチクチクしたり。それが軽減されるんでね。だから引き揃えて編むっていうのもね、やっぱり編みやすくするためにはいいなと思いますよ。今回だから内布をつけるつもりでいるんですけど、内布をつけることで、なんつうの、手を突っ込んだ時のね、ガサガサっていう感覚があるじゃないガサガサっていう感覚っていうか、あとは爪がこう引っかかるような感覚とかさ、ね、ああいうのがなくなるんで、やっぱ、麻紐でなんかバッグにするときは、まあ、内布ついてた方が使いやすいかなと。まあまあまあ、でもこうやって引き揃えて編んでおけば、何にもなくて編んでるよりは、普通に麻紐だけで編んでるよりは、まあ、なんつうんだろう、手突っ込んだ時のそのガサガサ感がね、軽減されるのかもしれないけど、まあ、とにかく今回は4年編みでいくんで、がっちりっていうやつよりも、ちょっとなんとなくほら、スカスカ感があるじゃない。あの、米編みだからね。うん。で、スカスカ感があるんで、そのスカスカしたところをちょっと補うっていうのもあるし、あとは、底板をはめ込みたいっていうのもあるので、なので、今回は内布をつけます。宣言しといた方がいいよ。じゃないとやらないかもしれないからね、サボっちゃうかもしれないからね。内布をつけること前提で、今回はちょっとやりますよ。はい。有言実行ね、言っとけばほら、やるだろうから、きっと、っていう話ですよ。はい。そう、言っておけば、やるんだよ、きっと。はい、端っこね。端っこは、こう、一個突っ込んで、はい。はい。で、ここでどうするかっていうとですね、迷うんですよ。ここでね、円編みにしておくか、それとも、もうやっちゃおうかっていう話で、やっちゃいますみたいな話でね。角っこ2つ作ります。で、真ん中に1つ
はい。入れますね。細編みをね。で、角っこ1、2で角っこ作ってあげて。で、そしてまた同じ目に一つ細編みを入れます。はい。これでもう完全に四角状態になりますね。角っこ2つつけてあげます。角っこをこう普通の楕円みたいに丸くしてやって、その後に増やしていくって言ってももちろんあるんだけれども、まあ、それだとね、ちょっとやりづらいんですわ。次の段がやっぱりね。角っこが。だから、最初からもう四角の、角っこも四角くしちゃいます。はい。で、逆サイドの端っこまで、このまま、普通に細編みを入れていきます。いや、カバンでさ、その放射状米編みのやり方で、こう、カバンでやろうかなと。ね、なんか、せっかく、あの編み方があるんで、歪まない編み方だったら、カバンも、あれじゃないのつってね、編めたら歪まなくていいんじゃないのなんつって、ちょっとチロッと思っちゃったらね、やってみたくてしょうがなくなっちゃいましてですね。それも昨日まではね、違う編み方でやってたんですよ。普通に細編みでやったりとか、ね、柄編みでやろうかなとか、いろいろやってみたんだけれども、いまいちだなぁと。そうそうそう、自分の中で、いまいち。なんか使いたい系統あったんだけれども、ちょっと量足りないかもしれないとかね、いろいろあって、そうそうそう。だからね、量足りないのが一番困るんでね。後々ね、途中でどうしましょうっていう話になっちゃうんで、で、こっちで買ってる系統だったら別にいいかもしれないんだけど、日本で買ってきたやつとかだとね、もうだってほら、追加購入できないからさ、ね、しょうがないよねっていう話でね。まあまあ、でもこれでできたらいいな。いや、もう本当にこの動画があれですよ。ちゃんとアップされることを私は願ってますよ。ね。アップされるといいな。大丈夫かな。はあで、次。ここが最後の目になります。最後の目には2つ入れなきゃいけないんだけれども、角っこを作りつつ3目入れてあげますね。まずは最初に入れて、で、そしたら1、2と編んで、で、もう一回真ん中の分入れて、はい。で、最初の目がすでにここ入ってるんで、ここはもう入れなくていいんだけど、細編みは。ただ角っこね。一つ編んだら、はい。放射状ですから。はい。放射状でやってきますからね。放射状、米編みですからね。はい。で、一つ鎖編みを編んだら、こっちの目に針を入れて、細編みをします。はい。で、目が、ね、この角っこ、ちょうど角っこに来ました。はい。そしたら、はい、角っこに来ました。で、そしたらそこに、こう、マーカーをね、入れといてあげて、ちょっと、マーカー入れる時点で糸割りしてるってどういうことよ。はい。入れといて。まあでもね、これだとちょっとね、編み方がちょっと分かりづらいかもしれないから、分かりやすい編み方してるやつを、一応リンクでね、やっときますわ。この編み方してるやつでね。もっと普通の毛糸で編んでるやつの方が分かりやすいだろうから。はい。じゃあ、これ、今、ここ表編んできました。表編んできたのをひっくり返します。で、対角のところに針を入れる。で、次の糸。ね。2種類糸を作っておきます。はい。こっちに、この、このファマの方ですね。この糸と引き揃えたやつを抜きます。抜いて、で、パッタン置いといて、後ろから針を入れて、抜いたら、パッタンしといたやつを起こして、前から針を入れて、で、この人をちょっと絡めながら、はい。これで細編み、エセ細編みなんですけど、はい。エセ細編み。ここがエセ頭ですね。今入ってる目の下のところ。ここがエセ頭になるので、エセ頭の部分にマーカーを入れておきます。はい。で、次どうするかっつったら、これを巻き込みながら、はい。鎖編みをします。ここから米編みがもう始まります。はい。で、次。角っこに目を入れて、作った角っこね、さっき鎖編みで作った角っこのところに針を入れて、細編みを入れます。細編みを一つ入れたら、角の位置に鎖編みをして、同じ目にまた
入れて細編みと。はい。で、そしたら、鎖編みをして、1個飛ばして、ここに細編みを入れます。はい。で、鎖編みをして、1個飛ばして細編み。鎖編みをして、1個飛ばして細編み。はい。こんな感じで逆サイドの方までずっととりあえず編み進めていこうと思います。鎖編みをして1個飛ばして細編み。鎖編みをして1個飛ばして細編み。はい。はい。端っこの方まで来ましたよ。はい。で、1個飛ばして角っこですね。ここの角の部分。ここ、マーカーがついているところ、角の部分に針を入れます。角の部分に針を入れたら、まずは細編みを1つ編みます。はい。で、鎖2つ。そしたら、マーカーは向こう側についてますね。マーカーは後ろ側。で、この糸、手前。次編んでいく糸が手前になるように置いて、で、必ずこれがこうやって左側じゃなくてね、左側から来るんじゃなくて、マーカーの右、手前ですね、から来るようにして、これを、要はだからこれが、ねじれないようにね、この目と、この編む、この糸がこうねじれたり、こう絡んだりしないような状態にして、またぎます。はい。またいで、同じ穴ですね。角っこの同じ穴に針を入れて、細編み。はい。で、鎖編みを一つしたら、また角っこですね。角っこに目を入れて、目じゃねえ、針を入れて、ね、角っこ。間違えないようにしないとね、角っこ。はいはい。角っこ。はい。角っこに入れて、はい。細編み、鎖、鎖、同じ目に細編み。はい。こんな感じで逆サイドまで。はい。また、鎖編み1個飛ばして、細編み、鎖編み、1個飛ばして細編み。はい。こんな感じでまた一周、逆サイドまで戻っていこうと思います。はい。ここまで来ました。さあ、ここどうやるかですね。1個手前のところ1つ細編み入れたら、1つ鎖編みをします。で、最後の角っこですね。角っこのところに針を入れて、細編みをします。で、鎖編みを1つしたら、このエセ頭。このエセ頭のところに針を入れて、できればこいつも持ってきたいんですけど、ここにあるやつ。まあでも一番最初は硬いからいいです。はい。で、ここで細編みをして、目を角っこに持ってきます。はい。で、そしたら、また、マーカーを入れて置いときます。そしたら次、ひっくり返して、重ならない方がいいからね、糸がね。はい。ひっくり返して、はい、こうなってますね。で、本来はこっちが表、こっちが表なのにこっちが表に出ちゃってね。これ裏に出しておきます。これ出しておけばこっち側が裏だってわかるんで。はい。で、こうキュッと引っ張って、だいたい一目分ぐらいの長さ、ね。だいたい一目分ぐらいの長さ引っ張り出しておいて、外します。で、パターンと手前倒しといて、で、後ろから針を入れて抜くと。で、そしたらパターンを起こして前から針を入れて、はい。で、細編み。エセ細編みですね。はい。で、そしたら、ここの目抜いてるところの、抜けてる近くはかかってるところか。針にかかってるところのこの根元のところですね。ここがエセ頭になるので、ここにまたマーカーを入れといて、同じように進んでいきます。細編みをしたら、鎖編みをして、細編みの部分すっ飛ばして鎖編みの部分に細編みを編み入れる。はい。4根編みですね。はい。こんな感じで4根編みを、こう回って、こう回ってっていう形で編んでいくので、そうすると歪まないよということで、はい。毎回毎回これで、ね、私は、
いろんなものをこれで最近編んでるわけでございますが。なんかあれだよね、モザイク編み以外はなんかこればっかやってない最近。ね。なんか、まあ、気に入っちゃってっていうか、もともと米編みは好きだからね。うん。でもこれ歪まないで編めるこの方式っていうのは本当便利でさ、いろいろ使えると思うからね。もう本当に。だから今回はカバンでね、この、なんだ、ここじゃない、ここじゃない。えーっと、麻紐でできるのかどうかっていうことをね、まあ、実験なんですけど、まあできないことはないと思うんですよ。ね。できないことはないと思う。うん。いやどんな風にね、あの、なんだろ見えるのか。それもね、ちょっと見てみたいっていうのが。まあ、2色普通の糸を使ってやるのが一番見やすいと思うんですけど、色的にはね。ただ、このポリエステル、なんだ、リサイクルドポリエステルヤーンっていう、こいつもね、使っていかなきゃいけないなと思ってね。うん。なので、いろいろ考えてどんな糸で合わせたらいいかなと思ったら、あ、これがあんじゃんってちょうどいいなと。太さ的にもちょうどいいし、っていうことでね。まあ今の段階では何やってんのかちょっともわかりませんよ。でも、編み進んでいったら多分ちょっと見えてくるんじゃないかね。いくらかね。どうだろう。わかんないけど。まあやるだけやってみるわ。ね。うん。で、角っこ来たら、角っこは普通に入れて、1、2と。はい。で、同じところにまた入れてっていうね。いつも通りに、編んでいけばいいっていうことでございますよ。はい。で、ちょっと待って。ここか。ここだね。ここに入れて、で、鎖編みをして、じゃあもう一回ここ説明しようね。はい。角っこ、ここマーカーついてるところに来たので、そしたらぐさっと、この細編みと、鎖編みと細編みで作ったこの角っこの穴ですね。この角っこの穴に入れて、とりあえず細編みを一つ編むと。で、そしたら鎖編み2つ。で、あとはマーカーが後ろ側。この、糸が手前側。ね、ねじれたり、こんがらがったりしてる状態にならないように、こう前とね、手前と向こう側と分けたら、その間をまたいで、もう一回細編み。はい。ね、ここだけですよ。なんか、変なことになってるような感じがするな。あ、あとは、あれか。この角っこ作るときの細編みね。それだけですよ。特徴はね。はい。はい。じゃあ、こんな感じで普通に米編みをして、えっとね、大きさ的にだからこの好きな大きさになるまで編めばいいんだけれども、どこまでにしようかな。だいたい幅が32、3センチぐらい。30センチ以上欲しいかな。35センチはちょっとでかいかな。まあわかんないな。だいたいそんぐらい、30センチ以上の大きさになったら、だいたい希望としてはこっちがだいたい12センチ、12センチぐらいかな。12センチぐらいあったらいいな。うん。だいたいで編んでるんでね。うん。まあそのぐらいの大きさになるまでちょっとひたすらちょっと編んでいこうと思います。はい。でもこのポリエステルこのポリエステル、ねえ、ポリエステル。
今もうね、側面に来てるんですよ。で、撮影をしたんですよ。だけど、音声が入ってなくてですね。ええ。なので、撮り直しなんですけど、編むのが戻るのはちょっとね、めんどくさいんで、でもやることはね、結局ね、同じなんで、しょうがない。ここで説明しますよ。ね。この段階で説明します。やるのは同じです。やることは同じ。なので、どうなっていくかっていうと、まあ、普通に米編みを入れていくだけなんですけど、その角っこのとこのね、入れ方、そこが、まあちょっと分かりづらいかなっていうのがあるんで、ですね、立ち上げた順序の関係で、その糸を入れてる関係で、この色、このポリエステルヤーンの方が、この角っこのところをピーって一本上がっていく糸になります。で、こっちのファマでと一緒に入れてる方が、その、ピッとここですね。ここに上がっていくところの脇に入る。ね。こうやったときに、これが角か。ここが角だね。ここが角になるんですけど、脇に入るのがファーマで作ってる方。で、この角っこ、ちょうど角のところピーと一本上がっていくのは、こっちの、ポリエステルヤーンの方の糸で上がっていくことになります。今回はね、その順番でね。どっちがどう来るかは、その人が何段編むかでね、変わってくんだけど、ここ編むの忘れてんね。あれを、ここ、鎖編みを編むの忘れてんだけど、ね。時々はあるんだけど、まあこういうのは無理やり入れます。無理やり入れても全然問題ないんで、見た目は。はい。で、この、こっちですね。わかりづらいのはこういうところです。またぐところ。ね、またぐところをどうやるか今説明をします。はい。いやー、音が取れてないってどういうことよっていう話で。いや、マイク使ってるんだけど、で、今回ちゃんとテストして、ね、これでちゃんと取れてるわよねっていうのをちょっと確認して入れてるから取れてると思うんだけど、今回は。はい。手前のところまで来ました。で、これ、最初に立ち上がって編み始めるときも同じなんですけれども、こう止めてあるね。こうやってね、止めてあって糸が出てる。で、糸が出てるんだけど、ここを立ち上がるときは角っこ作らないで、1個だけ、この場合は1個だけここに、細編みを入れていくんだけど、さあ、じゃあどうやって入れるのっていう話ですね。で、どうやって入れるのって話なんですけど、ちょっとこれ緩いね、ここね。この糸を、まず手前で、マーカーが後ろ。これは同じです。同じです。で、またぐときにどうまたいでいくかってことなんですけど、こいつはこの角っこに一つ細編みを入れなきゃいけない。で、この人は右側、つまりまたいで、この糸、この前段の糸、この他のやつですね。こっち側の糸を細編み先に入れるのではなく、またいでから、ね、右側に寄せといて、ここに細編みを編み入れます。角っこにね。これもこっち置いといて。右側。右側。両方とも右側です。に置いといて、細編みを入れる。こういう感じですね。で、そしたら、鎖編みをして、隣の目に入れていく。またぐときはこう。こいつを右側に置いて、またいでから細編みを入れる。で、そうするとこっちから編み始めるときにね、なんでかっていうのがわかりますから。じゃあ、ちょっととりあえずそこまでいかなきゃいけないんだけれども、まあ、もうすでに、立ち上がって、側面のところをね、もう編んじゃってて非常に申し訳ないなっていう感じなんですけど、まあまあまあ、まあまあまあ、まあ別に初めてやることでもないんで、はい。すいません。もうリンクさっき貼ったところね、そっち見ていただければ、まあどうやって編んでいくかっていうのはちょっとわかるかと思います。はい。同じことやってるだけですから。はい。で、これをずっと米編みをして、こっち側ね、とりあえずこっち側まで今編んでいこうと思います。はい。角っこね、ここね、ここの角っこも説明しておこう。ここの角っこ、ここで一本上がっていくだけなので、
最後の目に入れたら鎖編みをして角っこに入れて、角っこで、おっとっと、はい。ちょっと、はい。で、角っこで、一つ入ったら鎖編みをして、で、同じところに入れずにこっち飛んでいくわけですね。はい。一目に一つずつ入れていく。はい、ここまで来ました。で、最後の目です。最後の目、もうすでに一つ入ってるんで、ここは鎖編みをした後、目を入れて、針を入れて、で、この後ろの立ち上がりのところのこっち側の糸も拾って、3本分ですね。3本分拾って、はい、引き抜いておきます。引き抜きます。引き抜いて、引き抜いた状態で置いときます。はい。はい、これで置いときます。反対側。はい、反対側に行って、今編んできたこの鎖で編んだところですね。ここの穴、角っこの穴に入れて引き出して、で、パッタン。やってることは同じですね。やること同じですね。パッタンをこう拾って、で、エセコマ編みをします。で、エセコマ編みをしたところの頭に入れといて、で、一つ細編みをしたら、ここですね。こっち側に入れます。で、さっき、こっち側で編んだ時に右側に出しといた。こっちにひっくり返したら左側に出てくるわけです。はい。で、ここの角っこ、立ち上がってるのがここのところになるんですけど、この角っこのところの両脇に入れるんですね。両脇に入れるから、ここは左側にないと都合が悪いわけです。こっちから戻ってきて、ここの角っこの右側に来たら、最後ここに一つ鎖編みを重ねるような形になるんですけど、左側から編んでいきたいので、さっきここで糸を右に出したってことですね。はい。じゃあ、こんな感じで、また編んでいくんですけど、とりあえず、じゃあ、ちょっとこの段も編んでいくか。ね。はい。で、ここに来て角っこがここになるので、一つ編んで、角っこ、両脇編んで鎖編みをして、ここ角っこ上がってるところを鎖編みで渡っていくと。はい、こんな感じですね。はい。じゃあ、とりあえずここか。またぐところまで行こうと思います。はい。ここまで来ました。で、ここも同じですね。一つ最後のところ編んで、最後ってか最後は手前、二つか。ね。で、鎖編みをして、角っこのところの、このすぐ脇ですね。脇のところを、両脇を編む。ね。編んで、で、ここは鎖編みをして渡るだけです。ここはいじらないので、タッチしないので、で、次穴開いてるところ、ここに入れて、普通にまたいで、ここは編んでいくだけです。はい。で、4目編みをしていく。ここはもう普通にまたいでいく。はい。こんな感じで、じゃあ反対側のここまで編んでいこうと思います。はい、ここまで来ました。そしたら次はどうするかっていうと、ここが中心で、こう中心じゃないや、角っこで上がってきてるところで、ここが、ね、この両脇を今、右側を、この角っこの右側編んだんで、これで終了になるんですけれども、この段は。で、ここ鎖編みしてありますね。ここ鎖編み今したんで、これをエセ頭外して、突っ込んで、はい。で、はい。で、引き抜きます。はい。引き抜いて。で、そうすると、こうなった時に右側にいるから、これでいいんですね。はい。引き抜いた状態で止めておきます。はい。
こんな感じ。で、こっちもまた、今度は、今、さっきと同じですね。ここ、鎖編みで編んだところに入れて、引き出して、はい。で、前から拾って、で、またここで編み始めると。はい。これの繰り返しですね。はい。で、これは、ここは角っこのとこですからね。角っこですからね。で、こっちの薄い色の方が両脇を編んでるところです。はい。じゃあ、こんな感じでずーっとお好みの高さまでヨネ編みをして、どん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 編んでいきたいと思います。だいたい、まあこれ本当お好みだよね。こういうのって高さはね。うん。ハンドバッグサイズにするんだったら、まあ22センチとかそのぐらいなのかな。で、私は肩掛けにする予定なので、30センチ以上を編む予定にしてますね。はい。30センチ、32、3、5。わかんない。どんぐらいかね。まあそのぐらいまで、だーっと編んでいこうと思います。はい。こんな感じで、だいたいね、30センチぐらいまで編んできたんじゃないかな。こっから、ちょっと待ってね。ここですわ。ここ。ね、高さとしては、ここからここまでの高さになるんで大体ですけど、31センチぐらいですね。で、脇んちょが、30、これ潰れてるからあれなんだけど、こうやったときに、こう縦、なんつうのこうやったときにね、どんぐらいになるかっていう話なんですけど、大体こことこの底のね、幅になるんで、まあ、そこも30センチぐらいですわ。ね、31センチ。あら、31センチの31センチ来たので、そろそろね、持ち手をね、作ろうかと思うんです。はい。持ち手を作ろうかと思うんですけど、まあ、それは次の動画にしますわ。ね。今日はとりあえず今回はここまでにしとこうかなと。ここが立ち上がってるところですね。ほんのりなんとなく見えるけど、見た目的にはほら、なんかぐちゃぐちゃしてる感じはしないよね。まっすぐね。私ね、この立ち上がり方見てね、こっち側どうなってるかっていうとね、ここなんですけど、ここはね、それほど目立たないね。これは、黒い方ってか、この柄の方の立ち上がりの方はそんなに目立たないんだけれど、こっちの方はね、ちょっとわかるね。でもまあ見た目的にはなんていうの、角っこに来るところになるんですけど、まあこれをね、内側にすれば、まあそれ目立つってほど目立たないと思うんで、見た目的には、その柄的にはね、なんだろう、光の加減とかでちょっと目立つかもしれないけど、普通に持ってたらそんなにわかんないかなと。で、まあ、やり方としてはね、最後ここをね、ちょっと止めようかどうしようか、ちょっと考えてるんですね。どうしようかなと思って。まあ、それはね、まあ、持った時の感じでね、考えようかなと思ってるんですけど、とりあえずこんな感じで、はい。こっちの方が目立たないか。はい。ね、こんな感じで、だいたい31センチの高さ31センチまで編んできました。で、幅がね、このぐらいっていうことで、マチがね。うん、いいんじゃないですか。ね。ここでじゃあ次から、持ち手やっていきますよ。はい。でね、大体ね、どんぐらい使ったかっていうとですね、ここまでで、今ね、このあたりからポリエステルヤン、このあたりからポリエステルヤン2つ目入ったところなんで、大体1つでこのぐらいのサイズまでは編めるってことですね。混ぜてね。うん。引き揃えて、でね、麻紐の方はね、なんかもともと使ったやつを巻いたりとかしたやつを使ってるから、どんぐらい使ってるかちょっとわかんないんですが、まあ、とにかく、次から、次は、持ち手のところをね、ささっとやって、で、それで内布をつけて完成させていきたいと思います。ということで、今回もね、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。次の動画でまたすぐにお会いしましょう。ということで、本日はここまで。では、さよなら。つかさ、ね、つかさ、これ、まあ、大体ね、大体ここまで1日で編めますよ。ね。編めますよ。目がでかいから編めますよ。ね。編める。うん。でも今日はね、次の日になってます。はい。一晩起きました。なぜかっていうとですね、これね、新しいこっち2つ目入れるのをね、入れる前に寝ちゃったからですね。はい。で、今編んだたかがここだけです。はい。次の日の朝になってますけど、たかがここだけですんで、はい。というわけで、何言い訳してんだ言い訳じゃないんだけど、まあそういうことでございます。はい。じゃあね、バイバイ。